そうか。あの通りに行ってきたんだね。どうだった？感想は。とても活気があっていい刺激をもらえました。それはよかった。君たちも音楽をやってるならきっと気に入ると思ったよ。音楽、あの通りは父さんが留学していた頃からああいう雰囲気だったんでしょうか？そうだよ。音楽院のそばってこともあって自然とね。春道のイメージからすると意外だったかな。はい、正直少し驚きました。俺の知る限り父は昔からクラシック一筋だったので、ああいうさまざまな音楽が演奏されている場所にはあまり興味がないのかと。そうだな。よければちょっとだけ昔話をしてもいいかい？昔話？うん。昔、この音楽院にいた二人の学生の話だよ。聞いてみたいです。じゃあ、聞いてもらおうかな。ゆっくり話すけど、もし聞き取りづらいところがあれば、教えてくれるかい？ありがとうございます。リスニングの勉強にもなりそうだし、頑張ります。よし。じゃあ、君たちからすれば、昔々、このニューヨーク音楽院に、一人の留学生がやってきたんだ。もともとこの学院にいるのは、音楽に人生を捧げた者ばかり。誰もが日々の練習に没頭し、ただただ、上を目指して演奏の腕を磨き続ける。そんな中でも、その留学生の奏でる音色は際立っていた。その留学生が父さんか？専攻であるクラシック以外の学部にまで、留学生の噂は聞こえてくる。噂を聞いたジャズピアニストの卵はこう思った。なんて面白そうなんだろう。彼と音楽の話ができたら、きっと楽しいに違いない。けれど、留学生と話すのは、そう簡単ではなかったんだ。留学生は、とてもストイックでね。ほとんどの時間は練習室にこもってるか、図書館でクラシックに関する本を読みふけってるかで、いくら話しかけても、練習があるからと相手にしてもらえなかったんだ。それは、仲良くなるのが難しそうですね。そうなんだよ。まるで取り付く島がないって感じだったな。けど、ある日、なんと、留学生が自分の方からジャズピアニストに話しかけてきたんだ。話しかけてきたって言ったか？そうだと思う。何かきっかけがあったんですか？うん。ちょっとした思いつきだったんだけど、留学生が練習してたクラシックの曲をジャズアレンジして弾いてみたんだ。ほんのいたずら心さ。この曲は作曲者が家族に送った練習曲だ。決して幸せではない渦中で彼がどんな願いを込めたか、その心情が分かっていればそんな弾き方は選ばない。トウヤ、お前は楽譜を本当に読み込んだのか？そこには別の楽章の旋律が同じ音形で引用されている。その意図をよく考えるんだ。もう練習はいい。楽譜を読みなさい。父さんは楽曲分析を重視し、作曲者が音楽に込めた純粋な意志を追求する人だ。だからこそ
作曲者が意図しないアレンジやアドリブを嫌っていたはず。その留学生はどんな反応をしたんですか？終盤の転調が特に美しかった。さっきの演奏について詳しく話が聞きたい。そこから少しずつ雑談なんかもするようになってね。それでようやく分かったんだ。留学生春道はクラシックに一途だけど他のジャンルの音楽も大好きなんだって。はあ？父さんが？いや、しかし。信じられねえ。なんかの間違いじゃねえのか。クラシック以外の音楽なんて眼中にねえって態度だから、あれだけ東野と揉めたんじゃ。東雲くん、日本語になっちゃってるよ。でも、今のは聞かれなくて正解かも。ロイロさんは、東野のお父さんの友達なわけだし。俺がストリートで歌い始めた時、父さんからは猛反対をされました。あんなものは子供の遊びで何の価値もないと。僕たちの時代、ストリート音楽はまだまだ新しい音楽だって印象が強かった。荒削りで未完成で、その分熱量がある。自分たちの音を聴けって感じで、周りに噛みついていきそうな勢いがあってね。実際素晴らしい音楽も多かった。逆にそうではないものも同じくらい多かったけど。そんな頃、春道と一緒に街を歩いてた時、ストリートで歌ってる人たちに絡まれたことがあるんだ。絡まれた？うん。彼らは自分たち以外の音楽をバカにしていた。自分たちの音楽が一番で、それ以外は価値がない。特にクラシックへの当たりは厳しかったな。そんな古臭い音楽をやってて楽しいのかってね。そんな。自分たちが一番って、その人たち、そんなに上手かったんですか？いや、残念ながら、お世辞にもそうは言えなかったな。春道は、すごく怒ってたよ。ここからは僕の想像だけど、あの時の印象が強すぎて、ストリート音楽をあまりよく思えないのかもしれない。でも、春道がクラシック以外の音楽も好きだったのは、本当だよ。知らなかった。そんなことがあったのも、父さんの考えも。ずっと、父さんはクラシック以外認めていないんだとばかり。俺は、父さんについて知らないことばかりだ。